作や飢饉の年、農家はどうやって生き延びたのか。今年も気温上昇がひどいな。天候が崩れ、作物がほとんど実らない年。そんな年は江戸時代には決して珍しいことではありませんでした。そうね、ひどいわね。ああ、本当に。収穫が期待できないと分かった時、農家の人々はどんな不安を抱え、どうやって日々を過ごしていたのでしょうか。今日は不作や飢饉の年に焦点を当て、江戸時代の農家が直面した現実と、それでも生き延びようとした暮らしを静かに見ていきます。第1章、不作や飢饉は想定外ではなかった。江戸時代の農家は毎年安定して収穫できるとは考えていませんでした。豊作の年もあれば不作の年もある。飢饉は遠い出来事ではなく、いつ起きてもおかしくない現実でした。今年も一杯作るぞ。頑張ろうね。だからこそ農家はうまくいかない年があることを前提に暮らしていたのです。第2章、収穫が減るとまず何が起きたのか。今年は少ないね。でも来年はもっと取れるよ。不作の年、最初に影響を受けるのは食事の量でした。蓄えももうなくなったね。どうしよう。白米の量を減らし、保存食を切り崩す。それでも足りなければ次第に生活そのものを縮めていく必要がありました。これからどうしよ不作は日々の暮らしを静かに確実に追い込んでいったのです。第3章、食べ物を変え量を減らして生き延びる。農家は白米だけに頼りませんでした。麦、雑穀、芋、野草。う。今日もこれだけだね。美味しく食べるよりも生き延びることが優先される。満腹にならない生活は決して楽なものではありませんでした。でも美味しいよ。それでも食べ方を変えることで命をつなごうとしたのです。第4章、村の中で行われていた助け合い。今年もこれだけなんだね。不作の年、すべてを個人で抱え込むことは現実的ではありませんでした。お前たちのとこはどうじゃった？はい、私たちの地域では後で。村の中では分け合い、助け合いが行われました。極端に困りきる前に支えが入る仕組みがあったのです。ちょっと不作気味でした。そうか、大変だったな。みんなで助け合いましょう。不安は村の中で共有されていました。第5章、それでも超えられなかった限界。どれほど工夫し助け合いがあっても全ての命を守れたわけではありません。土地が荒れているね。そうね、頑張って耕そうね。不作や飢饉は時に多くの人を追い詰めました。
戸時代の農村は決して美しいだけの世界ではなかった。その現実も見つめる必要があります。第6章、不作の経験が残したもの。厳しい年を経験することで農家や村は次に備えようとしました。今年は絶対に豊作にしような。そうしましょうね。作物の工夫、備えの見直し、助け合いの再確認。今年はよく育ったね。本当に。にゃおにゃ不作は暮らしを壊すだけでなく学びも残していったのです。最終章、不安定な時代を生きる私たちへ。たくさんできたね。江戸時代の農家の暮らしは決して理想ではありません。苦しさも限界もありました。太陽が綺麗ね。それでも人々は不安を一人で抱え込まず社会の中で生き延びようとしていました。不安定な時代を生きる私たちは全てを真似する必要はありません。けれど不安との向き合い方には今も学べることがあるはずです。太陽が眩しい。でも気持ちいいよね。まったくだ。歴史は未来を照らすための静かなヒントなのです。また頑張ろう。行こ最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。